すごい色一緒でこの食品。なんでこの時読むんだ。だんだん慣れてきますもう泣いちゃう。皆さんこんにちは。科学のお姉さん五十嵐美希です。アナヒコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アナヒコくん、はい。涼しげな食べ物って言ったら何がある？それやっぱおそうめん。そう、ラムネです。いや、ラムネって言ってないよラムネって言ってないよ先生。ラムネ？そう、ラムネなんです。実は、シュワッと爽やかな風味になるラムネは、はい。口の中で起こる化学反応と関係があるんです。なるほどなるほど。今日は実際に作って学んでいきましょう。はい。それではレッツサイエンス。シュガーパウダー、コーンスターチ、食用の重曹、クエン酸を使います。まずはシュガーパウダー 50g を容器に入れます。続いてコーンスターチを 10g 入れます。続いて食用の重曹を小さじ1/2入れます。続いてクエン酸を小さじ1/2入れます。これを混ぜていきます。よし。レモン汁を少量加えます。手で混ぜます。よし。で、食紅だ。続いて食紅を使います。先ほど作った粉を半分に分けて、今回は2色作ります。まあ爽やかピンクぐらいの感じですごい色一緒でこの食品まずはピンク色を作りました。緑色もできました。粉を型に入れて叩きます。なんでこの時用なんだ。これ型になるかな。嫌な予感だな。固まってる気配はします。気配しますよね。オッケー。だんだん慣れてきました。こまめに叩いているとだんだん固まってきます。これコツだわよし。2色とも型に入れ終わったので取り出してみたいと思います。壊れてるもう泣いちゃう。じゃあ早速オープンしていただきましょうか。開けてみようか。楽しみだね。ねえ。ドゥルルルルルダンダン。いや、ボロ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 じゃないですか先生。これ先生、はい、なんか先生料理の実験するときだいたいこんな感じになるよね。そうだね、確かに。なんか食べ物系が良くない、うまくいかないことが多いね。ちょっと苦手なのかな。ね、ちょっと相性が悪いのかもしれない。これ食べれるの先生。これそう、食べれるはするから食べれるはするからするからじゃあもうボロボロになったけど。そうだね、食べてみようかね。ちょっとせっかくだから先生食べてみて。せっかくだからいただきます。はい、いただいてください。本当に固まる気配がない。気配がないね。サラッサラ。味は？美味しい。味は美味しいと。すごい。なるほどね。シュワシュワしてひんやりしてる。じゃあラムネの原理はなってるってことで。ラムネの反応は起きてるからいいんじゃない？成功だよこれ。いや、ポジティブだな俺いや、ラムネじゃなくてサラムネみたいなね。サラサララムネみたいな。サラサララムネ。そんな感じで。いや、今回の実験はちょっと失敗だったけど。そうだね。でもためになりました。はい。一応原理はこういうことです。重曹をクエン酸などの酸に溶かすと二酸化炭素が発生してシュワシュワします。またこの反応は周りから熱を奪う吸熱反応を起こすためひんやりします。なるほど、そういうことだったんですね。そういうことなんですね。皆さんもね、量のね具合とかを考えてみていただいて、あとは今回多分型が大きかったので、なるほど、もうちょっとちっちゃいのでやるとうまくいく可能性がありますが、これはこれで美味しいのでいいと思います。はい。いや先生、歯真緑真緑すごいね、食紅
いやー楽しかったです。ですもごい。はいうん。今日もありがとうございましたありがとうございました。真緑だ、本当だ。やだ、このままいいよ。じゃあみんなもこれお家でやってみてね。バイバイ。はいバイバイ。アナヒコくんに食べさせることができなかった。すっごい悔しいです。なのでお姉さん眠れなくって、ちょっと今日は徹夜で考えてリベンジしたいと思います。まずシュガーパウダーを大さじ2杯。うまくいくといいな。重曹小さじ4分の1。続いてクエン酸同じく小さじ4分の1。ここまではねこの間とまあ一緒ですね。ちょっと混ぜて、前回食紅をあふれるほど入れてしまったので、今回は付属のスプーン1杯分入れます。でこれでよく混ぜます。ここまではねそんなに前回と変わんない気もするけど、このようによく混ぜます。でここがちょっと前回と違うポイントなんですけど、この間レモン汁入れたんですけど、おそらくもうあれ入れた時点で酸性なので重曹がすごいプクプク反応しててなので今回は水でちょっとチャレンジをしようかなと思います。でまた水もちょっと量が少なかったので、水を今回は多めに入れていきます。こうすると食紅の色がしっかり出てくるので、前回みたいにたくさん入れなくても良いですでこれで混ぜます。綺麗な色になりました。前回こんな色にならなかったですよね。綺麗ですね。この間はちょっと型が大きかったので、小さめの氷を作るトレイを使ってみたいと思います。で前回と同じようにお箸の底で叩いていきます。今回は水分が多いのでこのようによく固まります。完成です。実際にお皿に開けてみたいと思います。うまくいってるといいな。よし、完成です。今回改善した点は、水を多くすることによって食紅の色を出したことと、水が入ることによってラムネが固まりやすくなったことが改善点です。トレイを前回型が大きかったので小さくして崩れないように工夫をしたのがまたもう一個の改善点です。お姉さん無事にうまくいったので、皆さんもこれを参考にね、お家でぜひやってみてください。それじゃあまたね。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったらぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。